くるくる。あ、そういうこと、そういうこと、あ、そういうこと家なしララチャンネル。おはいえなし。この動画は明朝バージョン 2.7 暗き潮に移る夜明けのメインシナリオにあたる超責任務第2章10幕去りし者の帰還および11章暗き潮に移る夜明けのネタバレあり感想動画です。早速ですが今回のシナリオについて100点満点で評価させていただきます。1億満点。今回動画の冒頭 2% ぐらいを使ってあえて合わなかったところからお話しします。よし、最新パッチやるか。リナシータ編のクライマックスどんな結末になるのか楽しみだぜ。あ、ちょっと待てよ、スタミナ余っちゃったし、まずはデイリーからやるか。この選択肢システムはいらん。普通にムービー見させろ。そしてフローバーはなぜ帰ってきたのか。クリストファラ、あなたに渡した名式の宝石なくしたってどういうこと？私はこの2章10幕11幕をプレイする前までフローバに焦点を当てた2章7幕秘密の花園にて夢を追うが一番好きでした。フローバが冥府送りになるまでの描写が丁寧に描かれていましたし、フローバはフローバでかわいそうだし救われてほしい感あるんだけど、まあ今週で人殺しすぎたし冥府送りはしょうがないよね。ここでフローバをメインから離脱させるのは美しさを感じろ。おい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 。なんかスカーの方はなんで脱獄できたのかってクリカスがごちゃごちゃほざいてたからそのあたりのフォローがあったと理解してますが、フローバの方が微塵もなかったのでそのあたりの説明は今後欲しいですね。というかそもそもそういう認識でいいんだよね。フローバが不死ってのはわかるんだけど、不死であるかどうかと現世と冥府を自由に行き来できるかって話は別だと思ってて、私フローバは現世の方にホイホイ登場できる状態じゃなかったと思うんですが違うんかな。今回のシナリオでそこが不満だったというか、まあ別に説明自体は後でもいいんだけどちゃんとその辺説明してよね。生地7幕であんな綺麗に畳んでくれたんだからさって思いました。以上です。もうね、どうでもいい。今喋ったこと全部どうでもいい。減点方式で喋るならそういう要素を感じましたってだけに過ぎなくて、今回そういう方式で喋る気なし。私は今回超責任務をプレイする前フラストレーションを溜めていました。というのも今回10月9日に新パッチバージョン 2.7 がリリースされたんですが、同週に別ゲーの新コンテンツも開放されており、バッティングした私は名調の方でスタートダッシュが切れませんでした。で、感情が引っ張られるのが嫌で普段からシナリオをプレイするときは事前に誰かの感想とか1ミリも聞きたくない派なんですが、そんな思い虚しく X で良かっただ、最高だ、クリアしてからログイン画面見ると見える景色が違うとかあーって切れてました。期待値上がっちゃうのが嫌なんですよね。前回の第9幕が前回動画で触れた通り Not for me で、しかも今回はリナシータ編のクライマックス、この2つでただでさえハードル上がっていたのに、さらに良かった良かった言われちゃうともう私の中で嫌顔にも高ぶっちゃうし、その高ぶった状態でプレイして実際めっちゃ面白かったとしてもその高ぶった基準で照らし合わせちゃうから、あ、期待通りだったみたいになっちゃって、それってもったいないじゃないですか。ノイズさえなければもっと興奮できたはずなのに。が、その不当に高められたハードルをなお今回のシナリオは軽く超えてきました。ワールドレコード神。私の期待値がどんなんだったかもう少し話すと、ガルブレーナとカルテジアが大喧嘩、いろいろあってガルブレーナの現地妻化に成功、黒潮バーン。大丈夫、俺たちがついてるぜみんな、あとは任せて。こんぐらいだったんです。まあクライマックス大集合っつったってこれまでのヒョウちゃんと共鳴者っていう1対1の構図が連続していたシナリオ構成を顧みると、今回もたかだか最後ラグーナが黒潮に飲み込まれる危機に瀕した時だけ一気に共鳴者バーンと出してくる。かつその会話も共鳴者と漂白者で他対1になる感じで、共鳴者同士のやり取りってあんまないんでしょ。まあでもそれだけでもこれまでよりは十分熱い展開だよねって温度感だったんですよね。まさかここまで10幕の最序盤から全員一致団結して、それにヒョウちゃんの指揮下というよりは各々独自に自立して行動してっていう動きをするとは。しかも共鳴者間でも思いっきり会話してくれるしさ、共鳴者間の交わりを見返してたんですが、ロココブラント、カンタレラカルテジア、カルロッタザンニー、モンテリ VS フィサリア、オガルパ。そうそう、そこを肩並べて欲しかったんです。オガユの、そうそうその言葉が欲しかったんです。そういうことドスケベ投手とドスケベローズマリーちゃん、最初から最後までがっつり濃厚に絡んでくれて、リナシータの世界生きてるわーって感じがして大満足でした。リナシータ民だけだと思ったらブラックショアのメンバーまで来てくれるしさ、蝶々転送演出熱すぎでしょ。さらには今週のメンバーまでおったじゃないですか。聞いたことあるボイスだなってのもありましたけど、まあでもできればその辺まで出してあげたいっていうサービス精神がまず嬉しかったですね。しかも各キャラの出し方もとりあえず顔見せときゃいいって感じじゃなくてすっごい丁寧だったじゃないですか。例えば R と
急に全国のアールトファンを敵に回す発言しますけど、私アールトさんのことヨハサンゴハッコさんとしか認識してなかったんですよ。あんなにいいキャラしてたんですね。このシーンのフィービーもめちゃくちゃ好きでした。この辺りってもう共鳴者たちは全部同じ動きさせても誰も文句言わないフェーズじゃん。でもここでフィービーとヒョウちゃんを個別に会話させるっていうのは、このシーンでそれぞれ共鳴者は何を思うのかってところに思いを張り巡らせて、結果フィービーなら今のカルテジア天の声の言葉を受けてきっとぼーっとしちゃうだろうと、それにヒョウちゃんは反応するだろうっていう考えがあって、きっとカットが追加されてるんですよね。キャラが一人でに動き出す脚本になってるというか、だからさっき言った世界生きてんなっていう感想を抱くに至ったんだろうと思いました。それに共鳴者じゃない方々の見せ場も今回ほんと素晴らしかったですよね。アウィディウスとフェンリコさん、まさか男どもにこんな感情を揺さぶられるとは。全幕での挫折を克服して前を向こう思った実はいい人が成り行きとはいえ化け物になり果てるのは見ていて心痛みましたし、でもしっかり見せ場残しましたし、ちゃんとクリカス早く顔面変形させたいと思えるようになりましたし、フェンリコも偽フェンリコ出てきていいようにされてましたけど、最後にしっかり本来のフェンリコの善意が可視化されてたのがなんかこっちも救われた気がしてよかったです。すいません、この人は覚えてませんでした。前の動画でピーピー文句言いましたけど、名調ってバージョンごとのキャラのぶつ切り感、あえてもう少し強い言葉を使えばちょっとキャラの使い捨て感があったからこそ、前のバージョンに出てきた2人の思わぬ大活躍にテンションぶち上がったんだと思ってます。プレイヤブルキャラクターが勢ぞろいするとやっぱ女性多くね感は改めて思いましたけど、でもアウィディウスとかフェンリコとかこの辺りの男性 NPC をうまいことシナリオに使ってくれると、別にこれでも全然成立するんだな感を覚えてました。まあそれでもなお黒ゲームスがあそこに勝つにはもっと男性キャラ増やした方がいいとは思いますけど、その話はまた別の機会に取っておくとして、過去キャラオールスターをこのレベルで描き切りつつ、新キャラガルブレイナの深掘りも両立させた点がマジですごい。いやまあすごいってか、さすがに今回はクライマックスだけあって黒ゲームズも相当気入ったんだと思うんですけど、1プレイヤーとしては麻薬みたいなもので、このレベル経験しちゃうと、じゃあ次回以降もその2要素両立できるよねって嫌でも期待してしまいます。開発スタッフの中に死人がいないか気になりつつも、次回以降も新キャラの深掘り、そして既存キャラの絡み描写頼むって思いました。クリカスも脚本通り言ってて、ほんまそろそろ本格的に鼻につくなと思っていたら、名調リリース当時から匂わされていた上位存在に対して反旗翻してるんだ的な、そういう壮大な目的を持っていることをクリカスに暴露されては、こちらとしてもぐぬぬってなるって見せかけて、ヒョウちゃんがいやどういう理由があろうがお前はぶっ飛ばすって言い切ってくれた点、これ両方素晴らしかったです。両方っていうのはさすがにそろそろフラクトシデスの目的言わないと脚本バカに対して俺は共感しきれなくなるぞってところできちんと目的を頭出ししてくれたところ、そしてその頭出しはしてくれつつもうるせえタコぶっ飛ばすってちゃんとヒョウちゃんが私の心境を代弁してくれたこと、この両方が良かったという意味ですね。これも前回文句言ったところで、今回は完璧に全く問題なく最強だったっていう話に繋がってるんですけど、名調って単体完結感が強すぎて次回予告の引きが若干弱いと思ってたんですよね。今回の引きはどうでしょうか。フラクトシデスの目的気になります。フローバどうするの気になります。アブラクサス気になります。てかそもそもアブってヒョウちゃんが名付けたものだったんじゃないんかい。引きも完璧でした。早く次やりたいですもん。あともう一個、今回はシナリオの分かりやすさがかなり私の知能に歩み寄ってくれた感じがしていて、ルパやフローバの時みたく時系列ぐっちゃぐちゃで再生されるっていうのもありませんでしたし、いやまああったはあったけど、例えば今から過去の話が回想されますよっていう演出があってから再生されてましたし、時間が少し遡るところがト書きで明示されたり、あとカンタレラお姉さんとアールトが要所要所ですごい丁寧に教えてくれましたよね。シナリオもういいやって投げ出す人を少しでも減らしたいっていう配慮を感じて、これもすごく好印象でした。無論理解度が高い人からすればこの辺りの復習はノイズですから、両方とも聞けば答えてくれる形式になってたのもいいですよね。そう、結局のところ私がこれまでの動画で陰湿にチクチクしていたところが全部良かったんですよね。シナリオむずすぎるだろって話も、キャラがバージョンごとにぶつ切りすぎるって話も、共鳴者間のやり取りがないって話も、次回への引きが弱いって話も、いやだから何の文句もないっていうか、いや文句がないっていうのもなんか悪いところがなかったっていうネガティブめの表現になっちゃうから失礼に感じちゃっていて、気になっていたところの完成度が全部高かったからそりゃ最高ですよねって感想になるっていう。で極めつけはこの大一番ですよ。王道すげえ、だがそれがいい。ラスボスはまあさすがにヒョウちゃんと出てきてガルブレーナになっちゃうよねって思ってたんですが、リンクシステムを使ってオールスターさせるとはもう参りましたって感じでプレイしてました。この時も配信しながらプレイしてましたが、地味に結構感極まってました。グッズくれませんか。ここ名調リリース時のログイン画面の初代 BGM だったらしく、バージョン 2.2 から入った私としては残念ながらコメ欄で盛り上がってるほどにはピンとこなかったんですが、とはいえこのログイン画面の謎の岩場にちゃんと意味があったり、あとはここのログイン時のサウンドエフェクトの使い方とかは演出としてすごくシンクロできてよかったです。前も言いましたが、私はカンタレラお姉さんに性癖破壊されて名調を始めたんですけど、やっぱ本当
にドスケベですね。言うてカンタレラお姉さんクライマックス PV では屋内から外眺めてただけでしたし、正直カルテジあたりと比べたらなんならカルロッタと比べても出番少なそうだなって覚悟してたんですが、存外に出番が多くてフィサリアファミリーの犬としても最高でした。普段私は動画を出すとき良かったところ01、02、03、いまいちだと思ったところ01、02、03みたく、いい意味で言えば構造的、悪く言えばつまらん書き方をしちゃいがちなんですが、今回はあまりにテンションが上がりすぎてその勢いのまま書き殴ってしまい、1ミリも遂行しないままボイス収録して出しちゃいました。このいつも以上に話に脈絡がないのは興奮の表れだと捉えてもらえれば幸いです。名調って今までミキのシナリオにあらを感じてもグラと BGM の品質でぶん殴ってくるから、映画見たみたいって気持ちで納得させられるある種のパワープレイ感がありましたけど、今回は私の目線ではミキの部分も最強だったので、その最強のミキに以前から最強だったグラと BGM がくっついたので、最強×最強×基本プレイ無料イコール圧倒的な感動体験につながった感覚がします。私としては心底神ゲーと思えるゲームを PR 案件として配信させてもらえる立場に幸福感と、あと黒ゲームズへの感謝の念を抱いてるんですが、一方で今回に限ってはその PR 配信中という肩書きが邪魔してる気もしますね。だってその時点でお前が悪いこと言うわけねえじゃんって思われるでしょうし、もどかしいがそう見られるだろうなという後ろめたさはあっても、私は今回この言葉を送らざるを得ない。名調神ゲー黒ゲームズありがとう、これからも頼むで。以上です。まだまだ個別具体的な好き好きシーンは挙げられるんですが、キリがないのでこの辺にしておきます。皆さんの感想や好き好きシーンをお聞かせください。今回のシナリオが合わなかった人も素直にどうぞ。2つほど宣伝。1つ目、世界一わかりやすいガルブレーなスキル回し動画公開中。パワポなし、数字なし、理論値など知らん、いい感じに回せるようになりたいだけなんだって方向けに超シンプルに回しをご紹介してます。過去作含めぜひご視聴ください。2つ目、家なしララおかげさまで間もなく登録者4万人です。今まで YouTube のおすすめ欄にあったら見てたにとどまっていたそこのあなた、チャンネル登録お願いします。お次なし。